皆さん、こんにちは。みさきです。私は、東京で会社の仕事をしています。今日はいつもの会社の仕事ではなく、私のプライベートな時間についてお話しします。私、実は婚活パーティーに行ってきます。婚活というのは、結婚の相手を探すことです。真面目に結婚したい人が集まるパーティーです。最近、仕事が一段落したので、新しい出会いを探すことにしました。ずっと真面目に仕事をしてきたので、このチャンスをすごく楽しみにしています。新しい出会いは、ワクワクしますよね。どんな素敵な人が来ているのかな、と期待しています。運命の出会いがあるかも、と思うと、ドキドキして待ちきれません。このままでは、新しい出会いがないので、勇気を出していきます。私も、いい出会いがあることを期待しています。まず、服を選びます。パーティーなので、少しおしゃれをしていきます。明るい色のワンピースで、元気いっぱいな印象を与えたいです。このピンクの服は、ちょっと可愛すぎるかな。でも、春らしい色で、気持ちが明るくなるので、これに決めます。隣にいる女性たちが、みんな綺麗に見える、というプレッシャーはありますが、私らしく、笑顔で勝負します。髪の毛も、綺麗にセットします。化粧も、いつもより、丁寧にします。ナチュラルメイクに見えるように、透明感を意識して、丁寧に仕上げます。良い印象を与えたい。でも、嘘の自分を見せたくない、という気持ちがあります。時間も大切です。遅れないように、早めに家を出ます。早く着いても、一人で待つのは、ちょっともったいないです。会場の場所も、事前にスマートフォンで調べておきます。道に迷わないように、地図をしっかり見ます。会場の近くのカフェで、少し休んでから、行くのもいいですね。心を落ち着かせます。婚活パーティーの会場に着きました。少し、緊張します。会場は、ホテルの綺麗な部屋です。周りには、もう何人か、女性が来ています。みんな、すごく綺麗です。スタイルが良くて、服も素敵です。私も負けないように、頑張ろう。と、ポジティブな気持ちになれました。まず、受付をします。身分証明書を見せて、名前や年を確認してもらいます。真剣な出会いの場所ですから、嘘をつく人はいません。みんな、結婚について、真面目に考えています。受付で、自分のプロフィールカードをもらいます。ちなみに、私の番号は5番です。このカードに、名前、年齢、仕事、趣味、好きな食べ物などを書きます。字は、丁寧に書きます。相手が読みやすいように、ゆっくり書きます。このカードは、相手の男性に見てもらう、大切なカードです。正直に書くかどうか、少し迷います。趣味、アニメを見ると書いたら、惹かれるかな。でも、嘘は書きたくない。結局、
映画鑑賞と料理という無難な趣味を書きました。仕事のことも詳しく書きすぎると、仕事ばかりの人と思われるかな、と心配になります。みんな、このプロフィール、本当のことを書いているのかな、疑問に思います。男性たちも、向こうの席に座っています。みんな、どんな人なんだろう。楽しみです。最初に、スタッフの人が、パーティーの進め方を説明してくれます。今日の流れを、しっかり聞きます。話を聞いている間も、ドキドキします。いよいよ、トークタイムです。まず、女性が自分の席に座って待ちます。男性が順番に、女性の席に来て、話をします。一人の男性と、だいたい5分から7分くらい、話をします。たった5分で、何を話そう。と、頭の中で何を話すか、準備します。自己紹介を、笑顔で言えるように。最初の男性、一番の男性が来ました。プロフィールカードを見ます。彼は、私のカードを見て、趣味は料理なんですね。得意な料理は何ですかと聞きました。私はパスタが好きですと答えましたが、話が広がりません。会話が質問、答え、質問、答えという面接みたいになってしまいます。彼も少し緊張しているのか、ずっとプロフィールカードを見ていて、目を見てくれません。沈黙が生まれるのはもったいないです。もっと私から質問してみよう。一番さんはお休みの日は何をしますかと笑顔で聞いてみました。家でゲームをしたり、アニメを見たりしますと少し意外な答えが返ってきました。私と同じ趣味があるのかも。と、少し親近感が湧きました。じゃあ、最近面白かったアニメはありますかと、さらに質問を続けます。彼も、趣味の話なら、生き生きと話してくれました。ああ、もっと早く、共通の話題を見つければよかった。時間が来ました。ありがとうございました。と明るく言いました。沈黙の時間があったのは反省点ですが、共通の話題を見つけることの大切さを知りました。2番と3番の男性が来ました。2番の男性は、スポーツ好きで、週末はいつもジムに行っているそうです。私は運動が苦手なので、話が合わず、相槌を打つだけで終わってしまいました。3番の男性は、とても真面目そうな人でしたが、会話のキャッチボールができませんでした。質問しても、短い答えしか返ってこず、私が無理に話をつなげているような感覚でした。私、会話が下手なのかなと、少し自信をなくしそうになりましたが、笑顔で乗り切ります。次の4番の男性が来ました。彼は、とても優しそうな人でした。話し方も、丁寧で、よかったです。私の話にも、しっかり相槌を打ってくれます。お休みの日は、何をされますかという質問にも、丁寧に答えてくれました。家で、本を読んだり、
コーヒーを入れたりして、ゆっくり過ごすのが好きです、とのことでした。私は、インドア派なので、彼の落ち着いた過ごし方に共感しました。私も、家でゆっくりするのが好きです、と言うと、彼も嬉しそうに笑ってくれました。私と、生活のペースが合いそうだと感じました。派手なことが好きではない、真面目な人のようです。この人とは、沈黙もなく、楽しい5分間でした。プロフィールカードに、小さな丸をつけました。5番、6番、7番の男性が来ました。5番の男性は、会社を経営している社長さんでした。仕事のスケールが大きすぎて、私には少し遠い存在に感じてしまいました。6番の男性は、年の離れた、年上の人でした。とても経験が豊富で、たくさんのことを知っています。話は面白かったですが、少し意見が強すぎると感じました。結婚したら、こうあるべきだという強いこだわりがあるようでした。7番の男性は、私より少し若い人でした。彼は、自分の夢について、熱く話してくれました。エネルギーがあって、明るい人です。でも、今は、準備中なので、仕事はまだアルバイトなんです。と言いました。夢を追うのは素敵ですが、私は結婚相手を探しています。将来の生活が少し不安になりました。時間が来ました。ありがとうございました。と、笑顔で言いました。もうすでに気疲れしていますが、運命の男性との出会いを信じて、後半も頑張ります。